はい、皆さんこんにちは。今日はプロクリエイトを使ってこのね、いちごタルトの絵の描き方を紹介していきたいと思います。で、私ですね、結構フードの絵を描くのが好きで、これまでにもね、いくつかリアルなフードの絵の描き方を紹介してきたんですけど、今日はね、ちょっとスイーツをやっていきたいと思います。ここ最近なんか筋肉とか、あとおじさんとかお兄さんとかばっかり、そういうメンズライクなものばっかり描いてたので、なんかね、その反動ですごいラブリーなものが描きたくなったので、今日はね、タルトを描いていこうと思うんですけど、ちょっと女子受け狙いで描いていきたいと思います。ちょっと長めですけど、最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、じゃあ始めていきます。今回のですね、絵の描き方なんですけど、写真アプリとプロクリエイトをスプリットビューで開いて、この左のね、写真を見ながら描いていく形でやっていきたいと思います。で、まずですね、下書きを描いていくんですけど、下書きするときは HB か、あと 6B の鉛筆で描いてあげるといいと思います。で、まずね、ちょっとこの左の参考写真が斜めに傾いちゃってるので、写真アプリの機能を使ってちょっと回転させてあげて、この軸をね、まっすぐに持っていってあげます。こんな感じかな。で、ちょっとだけね、画像が暗いので色調調整で明るくしてあげます。で、こっから下書き書いていくんですけど、今回はね、この一番最初の下書きが結構大事になってきます。このタルトの形をしっかり形取ってあげないと後でバランスが崩れてきますね。なので描き方としては一番最初、まずタルトの底の部分の楕円をこうやって描いてあげます。で、グッてホールドしてあげるとこんな感じでね、綺麗な円を描くことができます。で、今描いたこの楕円を複製します。で、複製したものを少し上に持っていって、なおかつサイズを大きくしてあげて、このタルトの、縁の部分の楕円を作ってあげます。こんな感じですね。なので今、同じ形状のサイズ違いのものがこうやって重なって配置されているような状態になってます。で、この描き方はですね、お皿とか、あとお茶碗とかね、こういう形をしたものを描くときに全てに使えるので、ぜひ覚えておいてください。で、次ですね、このタルトのうねうねしたところを描いていくんですけど、これもね、均等にうねうねしてるので、このタルトのエッジのところにポイントを点々点って打っていってあげるんですね。で、この点々に沿うように、このエッジの曲線を描いていってあげると綺麗に描けます。で、内側の曲線もここから描いていきます。で、タルトのところが描けたら、次いちごと、あとラズベリーとブルーベリーのところを描いていきます。で、タルトと違ってこのラズベリーとかイチゴのところっていうのは、自然物なので、そこまでね細かく、形にこだわらなくても大丈夫です。ちょっとぐらいミスっても全然わからないので、適当にというかラフに描いていけばいいと思います。タルトのところはですね、このかたどって作られてるものなので、ちゃんと書いてあげないと後でねすごいいびつな感じがしてくるので、タルトは今回はねしっかりと書いてあげてください。で、中身のこの具のところは結構適当でも大丈夫です。で、こんな感じでざっくり下書きが完成です。で、下書きのところ書けたら、まず下書きのレイヤーをグルーピングして、まとめておきます。で、この下書きのレイヤーは一番上に持っていきます。で、その下にどんどんねレイヤーをたくさん複製して、ここにね色を塗っていきたいと思います。で、一番最初は、いちごのところを塗っていきます。で、次、違うレイヤーを選択した状態で、次は、ブルーベリーの色を塗っていきます。
後でね色はいくらでも変えれるので、この段階ではなんとなくブルーっぽい色を選んで描いていけば大丈夫です。で次タルトの色を塗っていきます。タルトの色のレイヤーは一番下に来るように配置を持っていってください。今配置としてはブルーベリーが一番上、で真ん中にイチゴとラズベリーのレイヤーがあって、一番下に、タルトのレイヤーがあります。でここからですねシャドウとハイライトを塗っていきます。いちごの上に1個レイヤーを追加して、そのレイヤーをですねマスクオクリップっていうのにします。ここですね。でマスクオクリップにすると、その下のレイヤーからはみ出さないように塗ることができるので、マスクオクリップは絶対にオンにしておいてください。でこの状態でシャドウを先に塗っていきます。ちょっと濃いめの赤を取って、どんどん筆で、塗っていきたいと思います。でですね、ここで使ってるブラシなんですけど、ウォーターエフェクトっていうブラシを使ってます。アミティインクブラシっていうね500円のブラシセットがあるんですけど、その中にウォーターエフェクトっていうブラシが入ってます。で最近ねプロクリエイトで絵を描くときはこのウォーターエフェクトばっかりで絵を描いてるんですけど、それぐらいねすごい便利なブラシです。で買ってくれた人はねこの中のやつを今日もたくさん使っていくので、まずはねウォーターエフェクトで影の部分を塗っていってください。で次ハイライトを塗っていきます。違うレイヤーを選択して、ここに白色で、ハイライトを入れていくんですけど、その時に使うブラシが、アミティインクブラシの中のラインペンダークっていうのを使います。ラインペンダークでこの、ピンポイントでハイライトが入っているところをキュキュッと描いていってあげます。このいちごのなんか光沢感みたいなんていうのはこのハイライトを入れることですごいよく出てくるので、このハイライトを描くときは結構ねしっかり写真の方を観察してあげて塗ってあげるといいと思います。でこの辺りのハイライトはねウォーターエフェクトを使ってます。このまばらにハイライトが入ってるところらへんっていうのはウォーターエフェクトで描いてます。で次このいちごの、黄色いね芯のところを描いていきたいんですけど、ここを描くときはウェットアクリルっていうブラシがあるので、このブラシを、使ってサイズはかなり小さくしてもらって描いていきます。でこのウェットアクリルっていうブラシは、名前の通り水分をたくさん含んだアクリル絵の具です。なのでこういうねフルーツとかね描くときに結構使えると思いますよ。今回のねタルトだけじゃなくって普通にフルーツ描きたいとき、フルーツを絵の具っぽいような表現で描きたいときはこのウェットアクリルは結構おすすめです。はい、でいちごのとこだいたいできたので次ブルーベリー描いていきます。ブルーベリーもさっきと同じで、ベースのレイヤーの上に、新しいレイヤーを追加して、そこにシャドウとハイライトを塗っていきます。でもし後からねちょっとブルーベリーの色が濃すぎるなと思ったら、そのレイヤーを選択して調整パネルのところから色相サイド明るさっていうのがあるので、そこでこの色相とかあと明るさのところをちょっと持ち上げてあげるとこんな感じで色が変わってきます。
なので後からねどんどん調節していくような形で描いていけばいいので、最初色を塗るときはそこまでね怖がらなくても、大胆に適当な色で塗っていっても全然大丈夫です。で次ですね、タルトのところのシャドウを塗っていきます。タルトのシャドウを塗るときはブラシの、木炭っていうボックスの中にあるウィローチャコールかな、ウィローチャコールか、チャコールブロックっていうブラシがあるので、このどっちかを使ってこのタルトのところのシャドウを塗ってあげると、このタルトのボコボコしたような表現が綺麗に出てきます。でコツとしては、そのフードの質感をリアルに出そうと思ったら、そのフードのテクスチャー、質感ですね、テクスチャー質感をよく観察してあげて、それと同じようなブラシを使って塗ってあげると結構リアルになるんですね。なのでこの場合だと、タルトとかイチゴのところだと少し柔らかめの水を含んだようなブラシを使ってあげる。でタルトのところだと結構ドライな、ザラザラしたようなブラシを使って塗っていってあげると、より本物になっていきます。でここでちょっと Tips なんですけど、色をねたくさん切り替えるのがめんどくさくなってくると思うんで、カラーピッカーで変えてるとね結構時間かかっちゃうんで、画面の空白のところにどっかね5色ぐらい色を、丸でサークルで作っといてあげて、それをスポイトで取って、で色を変えて塗っていってあげると結構時短に描けると思います。で最後ですね、この床の接地面のところを塗っていきたいと思います。ブラシはソフトブラシっていうすごい柔らかいブラシを使います。でこれで色は茶色寄りの黒を取っていってあげて、ざっくり塗っていきます。でもしねちょっと濃く塗りすぎちゃったら、レイヤーの不透明度を下げたりして、調節してください。で最後ね、背景のところにちょっとグラデーションをつけてあげると綺麗になるので、そのやり方を説明するんですけど、まず、バケツでグレー色を取ってあげて、画面に放り投げます。こんな感じで、この状態で左上の調整パネルのところに、ぼかしガウスっていうのがあります。でぼかしガウスを選択して、Apple Pencil でこの画面をね左右にスライドしてあげると、こんな感じで綺麗にグラデーションができます。でこうしてあげると上から少し光がね差し込んだような表現になるので、よりクオリティが上がります。真っ白いキャンバスでね終わらしてしまうんじゃなくて、ちょっとね後ろにグラデーション入れてあげるだけで全然違うんで、是非ねやってみてください。でこっからはね最後、爪に入っていくのでちょっと早回しで進めていきたいんですけど、最後のね細かいところまでちゃんとやってあげると超リアルな感じに出てくるので、最後ね頑張ってみてください。で私はちょっとやりたいんですけど、顔をね画面に近づけちゃうとカメラにね顔が入っちゃうので、今回はちょっと爪甘めなんですけど、ちょっとご了承ください。ちなみに、ここまでで時間はね1時間15分かかってるかな。1時間15分かけてここぐらいまで来てます。撮影してるのでねちょっと説明しながらっていうのはあるんですけど、私もねもうちょっと早く素早くうまい絵を描けるように今練習中でございます。皆さんもねいろいろツイッターとかね、あとインスタとかでねアミティ先生のハッシュタグつけてイラスト描きましたみたいな感じで載せてくれる人がいるので、すごいモチベーションで私も頑張ってます。ぜひねアミティ先生のハッシュタグつけてくれたら、私いろいろ見てるので、ぜひコメントないしはリツイートないしはいろいろよろしくお願いします。
はい、ということでですね、こんな感じで完成にしたいと思います。頑張りました時間かかりましたけどね、こうやってうまく絵が描けるとすごく達成感がありますね。最後ね、ちょっとレイヤーがどうなってるかだけ見てみましょうか。こんな感じですっごいたくさんレイヤーが並んでるんですけど、一応全部グルーピング化してます。で、一番下から、床、シャドウのところのグループ、で、タルトのグループ、で、次がイチゴのグループ、で、その上にラズベリーがあって、ごめんなさい、ブルーベリーだ。ブルーベリーがあって、一番上に下書きのレイヤーがあります。で、下書きのレイヤーはもう最後、非表示にしてます。今回はね、こういうアウトラインなしのベタ塗りだけの絵を描いてみたっていう感じですね。はい、どうだったでしょうか。結構長くなっちゃいましたけどね、最後まで見てくださった方ありがとうございました。もしこの動画が良かったらぜひいいねボタンをお願いします。で、まだチャンネル登録してない人はチャンネル登録もお願いします。でね、他になんかこういうフードの絵描いてみたいなのね、あればぜひコメント欄でお待ちしてます。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。